香りをしっかりと鶏に移します。でバターがねちょっと焦がし気味にしてくれるんで、このままなるべく30分ぐらいは漬け込んでおきたいです。めちゃくちゃうまそうじゃん。さあどうも皆さん、本日もお疲れ様です。今日は銀座にあるビストロポアブレからお届けします。はい、ということでね、ちょっと結構暑くなってきたんで、こんな日にはカレーが作りたいんじゃないかと思って、というか僕が食べたいんで、バターチキンカレー作っていこうと思います。バターチキンカレーって、やっぱりちょっと本格的ではあるんですけど、で味もねちょっといわゆるカレーよりは独特な癖っていうのがあると思うんですけど、それをさらに馴染みやすいような仕上がりでレシピ紹介できたらと思います。作り方はそんなに難しくないです。しっかりと必要な香辛料さえ揃ってればパパッとできるんで、美味しいバターチキンカレーの作り方やっていきましょうか。はい、で材料ですね、鶏もも肉、よりヘルシーにしたいという場合は胸肉で大丈夫です。あとは、ポイントになってくる香辛料ですね。クミンとあとフェヌグリーク、ちょっとこれが手に入りづらい場合もあると思うんで、その場合はもう振り切って使わなくて大丈夫です。であとガラムマサラなんで、多分手に入りやすいのはこのガラムマサラとクミンだと思うんで、これらはちゃんと用意しておくと味がしっかりとまとまってくると思います。でバターチキンカレーといえばやっぱりバターですね。たくさん入れます。今回 100g 入れます。本当はもう倍ぐらい入れたいんですけど、ちょっとこの時点で200とか言うと離脱する人たくさん出てくると思うんで100にしました。はい。で香味野菜、ニンニクと生姜という感じですね。で、あと玉ねぎ、結構バターチキンカレーで使うのってヨーグルトが割と多いと思うんですよ。だけど、今回は牛乳であまり酸味を主張しないような仕上げにしようと思います。あとはホールトマト缶ですね。あと唐辛子、玉ねぎみじん切りにしていきます。玉ねぎの量は今回作っていくのでだいたい1個半とか、細かさはそんなに意識しなくていいかなって思います。しっかりと炒めて煮込んでいくんで。でフライパン用意して、そうですね、中火で構えておきます。でまずは最低限のオリーブオイル、最小限か。で鶏もも肉は塩しておきます。これももう単体で食べて美味しくなるぐらいの塩で焼き色をつけていきますね。身の方から焼きましょう。身焼く時もなるべく皮伸ばして、皮が縮まないように先にここ当てときます。今色が変わるぐらいで大丈夫です。身の方はそんなにがっつり焼かないです。もうほんとこれぐらいで。でこの時もちょっとこういう水分出てきたりするんで、ペーパーとかで拭っておいたりすると、仕事として丁寧かなと。でこのまま鶏の皮にある余分な油だったり臭みは一旦落とします。バターチキンカレーってあんまり鶏肉多分焼かないと思うんですよ。ヨーグルトとかに漬け込んで、もうそれそのままドバッと鍋に入れてグツグツ炊くみたいな。でヨーグルトの菌でちょっと柔らかくするお肉自体をっていうあれは作戦だと思うんですけど、これに関してはもうどっちかというと香ばしい香りをしっかりとつけるっていう方に振ってます。でさっきまでペーパーで拭って油全然なかったのにだいぶ油出てきてますよね。この油をなるべく出す。鶏の油はいらなくて、今回バターの油が欲しいっていう。でなるべくこれも拭き取ってあげます。結構いい感じになってきましたね。これぐらいは最低これぐらいは焼きましょう。これぐらいカリッと。でここで最初用意しておいたバターは半分ぐらい使います。でバターが入ったら温度は下げましょう。そのままね温度変えないでバター入れるとすぐ焦げ始めちゃうんで、このバターの香りをしっかりと鶏に移します。でバターがねちょっと焦がし気味にしてくれるんでいい感じに。で鍋ゆすってくださいね。鍋ゆすんないとバターが均一に焦がしバターにならないんで。身の方はあんまり火入れなくていいです。どうせこの後煮込むんで。はい、こんな感じで一旦引き上げますね。
バターはこのボウルに入れましょう。で、これのカットはもうほんと一口大ぐらい。おお。で皮目下の方が切りやすいんですけど、ついねそのままパリッと入れた皮を提供するつもりで皮を上にしちゃうんですよね。でも皆さんは皮下にした方が絶対切りやすいです。っていうか皮下にします。でさっきのこの焦がしバターが入ってる方に鶏肉たちを入れちゃいます。でさっき用意してたガラムマサラ、これをまずしっかりと焦がしバターと一緒になじませて、馴染んだところに牛乳入れます。牛乳入れて、この牛乳でちょっと鶏肉をしっとりさせたいんですよね。でガラムマサラの香りも牛乳にも移るし、お互いを高めてくれるっていう、ここでこのままなるべく30分ぐらいは漬け込んでおきたいです。またさっきのフライパン、これ洗わないで大丈夫です。バターの美味しさとか鶏の美味しさここにちゃんと詰まってるんで、これそのまま使っていきたいですね。生姜とあとニンニク炒めます。もうちょっとだけオイル入れますか。で温度低い状態から入れちゃって大丈夫です。じっくり香り出したい場合はあんまり高温のところに入れないで、弱い火でゆっくりじっくり香りを出します。あんまりオリーブオイル多くなくていいかな。バターでしっかりと脂質の量はあるんで、それ以外のところでのオイルは余分には使わないっていうイメージではやります。でここで香りが出てきたら玉ねぎ入れちゃいます。で旨味をちょっと引き出すイメージの塩、火が少しだけ通ってきて、ちょっと玉ねぎの水分で玉ねぎ自体が潤ってくるぐらい、今ちょうどツヤが出てきたぐらいなんですけど、そしたらもう水入れちゃいますね。ここでひたひたぐらい。これで玉ねぎをなるべく早く柔らかくしていきます。オニオングラタンスープとかもそうなんですけど、結構きつね色にするじゃないですか。なんならもう超茶色みたいな、あれ結構時間かかるんで、やっぱ水入れちゃった方がね早いんですよね。玉ねぎに早く火を入れて、その水分をどんどん蒸発させていった方が色つきやすいですね。で玉ねぎ水分飛んできたんで、もうちょい色はつけたいです。でここでコリアンダーシードと、鷹の爪。でコリアンダーはシードって言ってちょっと、粗い状態なんで、なんだろうな、しっかりと炒めないと香り出しづらいんですよ。でパウダーのものは香りが開きやすいけど香りに焦げやすいっていう、一長一短あるんで、パウダーはなるべく後入れにしておきます。でこのフェヌグリークですね、今回これパウダーなんで、これ後入れします。焦げちゃうとまたね、せっかくのスパイシーな香り台無しになっちゃうんですよ。で焦げるか焦げないかのギリギリ、ちゃんと香りが出てる香ばしい感じでスパイシーっていうところを目指したいんで、唐辛子の香りと、クミンの香りをここでしっかりと出しながら、かつ玉ねぎにもうちょっと色をつけていく、甘みをもうちょっと出したいっていう。結構玉ねぎがね色づいてきて、抹茶っ茶ではないんですけど、ほんのり茶色くなってきてるんですよ。押すと全体的にくっついてるような感じになってくるんですよね。そしたらフェヌグリーク加えますね。このパウダー入れてからはなるべく焦がしたくはないので、ここからはスムーズにパッパッパと作業を進めていきたいです。スパイスは奥が深いですからね。ホールトマト缶ですね。ホールなんでミキサーとかで回しておきます。でホールなんでトマトの種もあるんですけど、気になるようだったら裏ごしして入れます。今回はこのままもう入れちゃいますね。でこのままスパイシーなトマト煮込みを作っていきます。まずはこの段階でちょっと味見ときましょう。お、結構スパイシー、美味しい。少し塩しましょうか。でトマト入れてからだいたい10分前後ですね、煮詰めて、ホールトマトにある余計な水分っていうのが飛んだ状態になります。で旨味がキュッとして、缶詰のちょっとネガティブな香りっていうのもなくなってきた。やっぱ旨味の骨格をここで作る。
これが重要ですね。で、やっぱバターチキンカレーって結構トマトをたくさん入れた方が個人的には美味しいと思うんで、これぐらいトマトは入れちゃいます。そしたらさっきつけておいた鶏肉と牛乳、これもねたっぷりと豪快に入れちゃいますね。でこれでまた牛乳の水分少し煮詰めるために10分ほどしっかりと火を入れていきます。お肉ってちょうど火が入った頃ってまだ柔らかいんですけど、入りすぎると今度硬くなるんですよね。でそこからさらに煮込んで火を入れまくっていくと、今度は煮込み料理みたいなお肉がさらにまた柔らかくなるみたいな。だからちょうどいいところで一旦柔らかくなって火が入りすぎると硬くなると、そこからさらに火を入れまくると今度はホロホロになってくる。それを目指すために10分ぐらいは火を入れようかなっていう。でついでに牛乳の水分も程よく飛ばして、さっきのトマトのベースとなじませるみたいな。で必ずさっきトマトで味見たように、ここでも一煮立ちしたぐらいでまず一旦味見ます。おお、エスニックです。いいっすね。これやっぱね、旨味十分もうあるんですよ。特にわざわざ上から旨味補填するようなことはしなくてもいいかなって。お塩ぐらいですかね、ちょっと。で唐辛子結構入ってるんですけど、もうそのままの状態で入れてるんで、どっちかっていうと香りですね。なかなかやっぱこう普段と違う味になると思いますね、このスパイスたちのおかげで。はい、これで牛乳もだいぶ馴染んできて、とろみやっぱすごいですよね。で鶏肉もしっとりと美味しく仕上がってきてるはずなんで、仕上げのバターです。本当はもっと入れたいです。本当はもっと入れたいけど、ちょっと手加減してこれぐらいにします。やっぱバターチキンカレーっていうぐらいなんで、バターたくさん入れてこそだと思うんですよね。あんまり入れなかったら普通のカレーでいいと思うんで。でもあとはこのバターが全体に溶けきれば仕上がりです。少しだけ鍋ゆすって溶けやすくして、で一応盛り付ける前にちゃんと味が整ってるかどうかだけチェックと味見しますね。素晴らしい、素晴らしいっす。20カリカリぐらい。じゃあこれでご飯と一緒に盛り付けていきます。もうね、お好みのお皿に好きなだけ米よそってください。あとはこのもうさっきまで煮込んでたアチチのルーを注ぎます。めちゃくちゃうまそうじゃん。じゃあいただきます。おお、うまそう。香りが。うまい。これうまいわ。鶏肉の破壊力すごいですね、これ。スパイシーなんですけど、辛すぎないんですよ、これ。だからそのスパイス感で結構暑い日も全然食欲を活性化してくれるというか、鶏のこの旨味がしっかりあるんで、なんかいくら食べてもね、こう満足感しかない。ただ唐辛子直接かじるのだけは多分避けた方がいいかもしれないです。トマトが苦手な人とかいるじゃないですか。トマトソースあんまり得意じゃないとか。これね、全然そういう人たちに対しても美味しく食べてもらえると思う。でももちろんトマト好きはもう最高なんだけど、あんまり別に好きでもどっちでもっていう人にもめちゃくちゃいい。はい、というわけで、バターチキンカレーでした。工程自体は、比較的シンプルだと思うんですよ。炒めて煮込んで炒めて煮込んでみたいなのを繰り返すっていう。ただ、時間はかかりますし、要所要所に僕なりのねこだわりは入ってると思うんで、ちょっとした特別な日とかにはすごくいいと思います。あと暑い夏の日とかもぜひねこれ試してみてもらえたら嬉しいです。というわけでまたね、レシピ動画配信していくんで、次回の動画でお会いしましょう。アビアント。